そうですね、東郷さんの引退試合の興行の名前は生き様っていうことだったんですけど、英語に訳すのすごい難しい言葉なんですけど、だけど、ね、東郷さんが翌日やっぱ試合するつもりで当然のごとく会場に来たのを見て、やっぱりレスラーの生き様ってすごいなと思ったんですけどAfter the match, your retirement match was called Ikizama, which is very difficult to translate into English, but that means something like my way of living or my life or something like that. And after your injury, you came to the venue the next day and you were prepared to wrestle despite a severe injury. And I really saw that, so the way you live as a wrestler, and I was very impressed by that. それで、その後、ドイツの EWP ではフィットフィンレイと対戦ですね。After that, you went to EWP, which is a German organization, and you wrestled Fit Finley. その試合ではパイルドライバーでフォール負けをしてしまって、でブログを読ませていただいたんですけども、かなり珍しく東郷さんとしては珍しいと思うんですけど完敗だったとおっしゃってますけども、本当に何もできなかったですね。フィンレイ53歳で、まさか海外で東郷さんよりまだ10年以上ベテランの選手と対戦するってやっぱり想像しません。フィンレイ is 53 years old and he's even more experienced than you, which maybe that's not something you had expected before you left Japan. そうですね、今まで海外8月の1日から回ってきてみんなやっぱり若い選手が多かったんですよ、でその中でもやっぱ自分が一番最年長だったんですけど、初めてそのキャリアも、年齢も、上の選手がいたので、でもやっぱりリングにリング上で向き合うと貫禄がありましたね。ちょっと今までのレスラーとはやっぱ違うなっていう、そういう独特の雰囲気があって、試合もうまい。そうですね、もう全部手のひらで転がされました。その後、ドイツでまたもう1試合して、その後ベルギーに行って。ベルギーで1試合したんですけども、ベルギーのプロレスというのはどんな感じでしたか？ After that, you went to Belgium and had one match there, and you taught a seminar as well. And what was your impression of Belgium wrestling? でもすごい呼んでくれたプロモーターがすごいいい人で、ベルモさんという方で昔国際プロレスに試合で行ったことのあるちょっと選手で、もちろん今はもう現役引退してもう長くてそのベルギーにプロレススクールが6つぐらいあると言ってましたね、で彼自体も昔なんか WWF に上がったことがあるみたいなんですよ。だからその選手を育成するっていう部分ですごいベルギーのそのプロレスをどんどん世間に広めようとしてるなんか一人でしたね、なんかそのベルモさんっていうのは、だからやっぱりいろんなとこから選手呼んでなんか自分の団体もそうですけど、そのベルギーの中のプロレスをもっと底上げしようっていうそういう感じでしたね。そしてその後はフランスで1試合して、サー・ロビンという、そうですね。After that you went to France and you wrestled Sir Robin。でブログを読むとかなりのくせ者で、そうですね。You were saying on your blog that he was a very tricky person. You were tricked by him. 分かんなかったんです、僕日本でスマッシュに出てたっていうのが。で、それも全部後で知ったんですけども、誰が迎えに来るかもちょっと分からずで、初めてそのロビンですって名乗られて、でそこで初対面で、それで一緒に車行って、その間になんかいろいろ会話するじゃないですか、今調子はどうだみたいなで、今ちょっと脇腹が痛いんだみたいな話をしてたら、試合で全部そこを責められて、で乗ってた女の人も彼のマネージャーだったっていう、でマネージャーになんか試合中にいろいろなんか殴られたり首絞められたりとかして、簡単なんだね。まんまとそれに引っかかって、この試合残念ながら負けてしまいました。You lost against Sir Robin and you were completely tricked by him. ペテン師ですね。
そしてその後イギリスのオールスターで試合をされて、対戦相手が本来ロビー・ブルックサイドだったのが、シャドウ・フェニックスに変更になりました。After that you went back to England and then you wrestled for All-Star Wrestling and your opponent was changed from Robbie Brookside to Shadow Phoenix。珍しく日本人同士の対戦。It was a Japanese versus Japanese。本来ね、どうだっけな、ドイツの EWP ハノーファーでロビー・ブルックサイドと会ったんですよ。で、次オールスターでお前とシングルマッチだからっつって自分はすごい楽しみにしてたんですよ。で、まあ俺もロビー・ブルックサイドと最後引退前にシングルマッチができるんだって楽しみにしていったら、急遽会場着いたらカード変わったからって言われて、でまあ対戦相手が今度シャドウ・フェニックスで日本人の選手で、まあ別に彼に罪はないんでね、まあイギリスで日本人対決っていうのも面白いなと思って、それはそれで自分は中ですごい楽しんで戦ったんですけども、このシャドウ・フェニックスって自分一回日本で試合したことがあるんですよ、シングルマッチで。でその時はまだ彼もまだすごい細くて、まだ若手の部類だったのかな、ちょっとだいぶ前だったんで、で、今回初めて海外でそのシャドウ・フェニックスと会ったらすごい体が強くて、でオールスターでずっともう長いこと試合してるんですかね、3ヶ月以上はいると思うんですよね。でまあオールスターでは彼の方が先輩なんでね、勝手知ったるそのなんていうんですかね、そのスタイルもそうですしね、だからまあでもそんな中でもやっぱりなんだろう、先輩の意地というか、そういうので最後は僕は勝ちましたけど、でもかなり強くなってました。はい。